我は最果ての魔王ディープブリザードである。今回はうぬらからこれまで非常に質問の多かった影の色が決まらないという問題について魔王なりの答えを提示させていただこうと思うのである。この答えがもちろん全て正解というわけではないが、キャラクターの影の色をどうやって塗ったらいいのかわからない、どんな色を選んだらいいのかがわからないというポンポコリにとっては非常に役に立つ講座であると思うのであるぞ。そして今回使う講座の素材はクリップスタジオアセッツからダウンロードすることもできるので、クリップスタジオ公式の素材ダウンロードサイト、クリップスタジオアセッツの方に行ってみてほしいのであるぞ。クリップスタジオを使っていないものでも役に立つ講座にしておるので、動画の中に出ている数値やパラメータを再現してもらえれば、そのまま使うことができるのであるぞ。ディープブリザード。こちらが今回の講座に使うイラストである。基本的に非常にシンプルな構造になっていて、目のハイライト、線画、そして下塗りのレイヤーを表示しておる状態である。この状態に無彩色、つまり色のついていない純粋なグレーの影をつけた状態がこちらである。一応陰影がついたことでキャラクターに立体感などは出たが、全体に色味がなく味気ないイラストになっている。我は今回このような提案をしようと思う。使う影色は3種類だけである。今回我がよく使う3色の影の色を用意した。まずはくすんだピンク色、くすんだブルー、ややパステルカラーのピンク。この3色を使うだけでどんな下地の色でも綺麗にまとめてくれる影色を作ることができると我は断言しよう。ディープブリザード。ウィンドウのカラーセットを選択し表示させる。この状態で素材パレットの中でダウンロードした迷った時の影色というアイコンをドラッグしてカラーセットの中に投げ入れる。これだけでカラーセットを読み込むことができ、そのカラーセットを選択すれば自由にその色を使って絵を描くことができるようになるのであるぞ。ディープブリザード。まずはそれぞれの色を画面全体に塗りつぶしてみよう。影色の部分は影の色を塗った後に透明部分にロックをかけているので、塗りつぶしをかけてもこの影の色から色がはみ出すことがないので、このようなテストを簡単に行うことができるのであるぞ。まずは1色目のくすんだピンク色。こちらで塗りつぶせば全体がパッと華やいで明るい色調になったのがわかるであろうか。肌の色やこの今回の薄い黄色い髪の毛の色など、髪の色の鮮やかさを表現できておるのがわかるであろうか。肌の色も違和感なく馴染む色になっておる。ただ白目の部分やシャツの色の部分など少し違和感があるという感覚を覚えていてほしいのであるぞ。次にくすんだ青色を塗りつぶしてみよう。こちらで塗りつぶした場合、非常に全体的に落ち着いた色味に見えるのがわかるであろうか。先ほど違和感があると感じていたシャツや白目の部分などはしっくりと落ち着いた色になっている。逆に髪の色や肌の色は暗く重たい色になり、血色の良いキャラクターには見えなくなってしまった。3つ目の色を塗りつぶしてみよう。こちらは1色目のくすんだピンクと近い色味にはなっているが、彩度が高く明るい色になっている。肌の色などは非常に血色も良く元気な印象に見えるが、それ以外ではややマッチしない少し浮いた色味になってしまっている。ここまで話せばおおよそ分かったかもしれないが、この3色をそれぞれちょうどいいところに適用していくという方法になる。その方法を説明していこう。ディープブリザード。くすんだピンク色でまずは全体を塗りつぶそう。この段階で髪の毛の部分などはおおよそ問題がない陰影になったと思う。次に2色目のくすんだブルーを投げ縄塗りツールなどを使って違和感がある白目の部分、そしてこのシャツの部分にも塗りつぶしていこう。よくな、我がこうやって色をパッと塗りつぶすとき何を使っているのかと言われておるのだが、投げ縄塗りツールというものを使用しておる。この投げ縄塗りツールの使い方やメリットに関しては別の動画で解説をしておるので、そちらをぜひ見てほしいのであるぞ。これで2色目が塗り終わった。最後に明るいピンク色を使って肌の部分にかかっている影色を明るいピンク色に変更していこう。
これで完成である。非常に簡単な手順とこの3色で影を塗るだけで見違えるほど鮮やかでまとまりのある色味になったのが分かったであろうか。もちろん毎回このように塗らなければいけないというわけではない。どうしても自分の塗った下地の色にどんな影色を塗ったらいいのかがわからないという場合は、くすんだピンクもしくはくすんだブルー一色だけでも良いので塗る。これだけでもしっかりとした画風になるというのがわかるであろうか。そこから少しずつ違和感のある色味や、ここはもう少し明るい色がいいのではないのか、ここはこうした方がいいのではないのかということを意識しながら影の色を描いてみると良いであろう。ディープブリザード。この3色の影色はどんな色味であっても適用することができるというのを簡単に証明というか説明をしていこうと思うのである。まずは先ほどの絵とは真逆の黒い髪に黒いシャツ、そして赤い服を着た場合のキャラクターにこの3色の影色を適用していこうと思うのである。まずはくすんだピンクで全体を塗りつぶす。実はな、濃い色の場合だと影の色がピンクであったりブルーであったりしても割と違和感なく馴染むというのが分かったであろうか。ただもっとより良くするために髪の毛はな、ややブルーがかったグレーなので青系の影を追加するとより馴染んだ色になるのが分かるであろうか。そしてやはりな、白目の部分もすっきりと透き通った白目に見せることができるのであるぞ。今回はベースの肌の色がやや黄色みが強くかかって濃い色になっているので、肌の色は特に明るいピンク色に変えなくても良いかなと思ったので、今回はくすんだピンクとくすんだブルーの2色だけを使った。ディープブリザード。次は彩度の高い髪色を使った場合の陰影の付け方を見てみよう。この状態だけだとな、もう一見色味のチョイスを間違ったように見えているかもしれないが、服やシャツの色味がかなり青系統の色なので、青や緑にはこのくすんだブルーを塗ると良いであろう。肌の部分を選択して明るいピンク色で塗りつぶす。これだけで今回はくすんだ青と明るいピンク色の2色を使うことで、派手な色であったり極端な彩度の色であっても落ち着かせ全体的に馴染ませることができたのが分かったであろうか。ディープブリザード。逆にピンク系統の色味が多い明るい派手な色の場合は、まずは全体にくすんだピンクで色を塗りつぶし、白目の部分は青色に塗り、肌の部分は明るいピンクで塗る。シャツの白い部分の影も肌の色と同じ明るいパステルピンクで塗りつぶす。こうすることでむしろ逆にふんわりと柔らかいシャツの表現をすることができた。ディープブリザード。これまでとは逆方向のナチュラルカラーを塗りつぶす場合も同様である。まずは全体にくすんだピンクで色を塗りつぶして、くすんだ青色でシャツの部分などを塗りつぶしていこう。そして肌の色を明るいピンクで塗りつぶす。この通り色の系統や全体の色味に関係なく、この影色3色を使うだけでしっかりとまとめることができたのが分かったであろうか。ディープブリザード。この後はこれまでの絵を描いてきた方法と同じようにグラデーションやハイライトを追加して完成をさせていこう。この時ベースの陰影がしっかりと塗られているので、どのようにハイライトを置いたりカラーを追加してもしっかりとまとまったままを維持してくれるのであるぞ。この影色はアニメ塗りだけでなく、厚塗り、水彩塗り、ブラシ塗りなどの幅広い手法に使うこともできるのであるぞ。ディープブリザード。どんなベースカラーを塗ったにしても、この3色を使えばしっかりとまとめることができる。もちろん影の色はこれだけが正解ではないが、初めてキャラクターに影を塗る、どんな風に影を塗ったらいいのかがわからない、影の色で悩んでしまうというものは、まずはこの3色で全体の影色を塗ってみると良いであろう。ディープブリザード。たった3つの影色を使うだけでここまで豊かに表現でき、そして様々な色をまとめることができたのが分かったであろうか。あくまで我が教えたのは最初の一歩、そしてこうすればとりあえず間違いがないというセットである。もっともっと自分らしさやこうすれば面白くなるんじゃないかという考えは尊重すべきだと我は思っておる。それこそがお絵描きの醍醐味だと思っておるし、楽しいお絵描きをするための第一歩でもあると我は思うのであるぞ。ではまた次回、また楽しいお絵描きをしながらお会いしようなのであるぞ。ぬわーはははははは。
動画のご視聴誠にありがとうなのであった。良ければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。